林からです。前回のデスクツアーから月日が経ちました。日々の作業や撮影の中でここをもう少し快適にしたい、もっと使いやすくしたいという気持ちが少しずつ積み重なり、デスクのアップデートをすることにしました。きっと皆さんの中にも今のデスクでも不便じゃないけどもっと快適にしたいんだよなぁと思う瞬間があると思います。今日はそんなあなたに向けて実際に選んで使ってみたアイテムたちの魅力や使い心地を感想とともにお伝えします。最初にアップデートしたのはモニタースタンドです。正直モニタースタンドは見た目の圧迫感とシンプルさが損なうため避けていました。デスクはできるだけフラットでモニターが直置きされている方がすっきりして見えますよね。でも日々過ごしていく中でヘッドホン、オーディオインターフェース、SSD、イヤホンなど頻繁に使う中型から小型のガジェットをデスク上に出しておきたいと思う時が多くなりました。そこでモニタースタンドを導入です。この読みは完璧でした。スタンドがない時は点々と物が置かれていてまとまりがなく見えていましたが、これを購入してからの方が明らかにすっきりして見えます。しかも収納力が大幅アップ。裏面はレールが仕込まれていてガジェット類をマウントできるようになっています。このレールを活用するためにデスクシェルフ下の引き出しには 3D プリンターで製作した引き出しを設置しました。これまでデスクに乱雑に置かれていた SSD やただのトレイに置かれていて見栄えが良くなかったイヤホン類なども引き出しに収納することができて、すっきりしたのにもかかわらず出し入れが快適に行えるようになりました。そして見た目もグッド。僕のデスクはマットブラックで統一されていて引き締まったシックな雰囲気がある一方で、無機質すぎて冷たいや寂しいと感じる印象もあります。そこでこのモニタースタンドを置くと木の質感が程いいアクセントになるので、黒の統一感を崩さずに空間に温かみをプラスしてくれています。木の質感が目の前にあるだけでこんなにも印象が変わるので、もしなんかデスクが物足りないんだよなぁと感じている方は導入をおすすめします。モニタースタンドを導入し収納力は完璧になりました。次に気になったのがチャージャー類です。ガジェットを扱う上で充電は避けられません。この問題をどう解決するか。これまではデスク下にオールテックのケーブルを伸ばして iPad やイヤホン類を充電していたのですが、 iPad 充電にはケーブルを最大まで伸ばさないといけないですし、ヘッドホンなどの充電はデスク上に置いておくと見栄えが最悪です。もっとスマートに充電したいものです。そこでアンカーナノチャージングステーションを導入。側面に USB-C、USB-A ポートに加えて裏面には AC コンセントが3つ口、さらに両側に巻き取り式 Type-C ケーブルが内蔵されています。ディスプレイで出力状況や温度を確認できる機能もあります。これを iPad 近くに設置したのでケーブルは最小限の長さで充電することができ、ヘッドホンはモニタースタンドの上で充電することができるのでヘッドホンを誤って落とすこともありません。これで完璧かと思いましたが、巻き取りケーブルを引き出す時に本体がずれてきます。なので裏面にグリップラスの強力滑り止めシートを貼ることにしました。付属の粘着テープがありますが、分厚く熱によりだんだんと粘着が落ちてくる恐れがあります。こちらは厚さ 1mm 以下なのにずれることなく引き出すことができます。より快適に使用したい人はこちらも検討してみてください。設置は最小限、でも効果は最大限。それができるのがアンカーナノチャージングステーションです。さて、アンカーナノチャージングステーションを導入したことにより iPad 充電への自由度が上がりました。しかし iPad は基本的に固定していることが多く、せっかく取り外しが簡単なものを導入しているのにもったいないなぁと感じました。幸い僕のデスクシェルフには機材をマウントできるレールがあるので、
これで iPad を上下配置にできそうです。そう思い、まずはプレダクツのサイトでマグネットガジェットアームを購入。こちらの質感、デザイン、アームの自由度、どれも最高です。しかし僕が使っているのは iPad Pro の 12.9 インチ、つまりマグセーフに対応していないことを忘れていました。このプレダクツのマグネットガジェットアームで iPad を上下配置するにはマグセーフに対応させる必要があります。そこでマグセーフ対応しているケースがないか Amazon で調べてみると簡単に見つかりました。それがサテチ iPad Pro ケースです。12.9 インチの iPad Pro をマグセーフにできる製品です。ワクワクでこのケースを装着しアームにくっつけてみたところ、しっかりとくっつくことができました。磁力も申し分ありません。 iPad Pro がマグセーフでくっつくようになったので、プレダクツのマグネットガジェットアームをデスクシェルフに早速設置しようと思ったのですが、これ使っていない時はむき出しになっていて、使用していない時は少し邪魔で見栄えも悪いです。そこで 3D プリンターでこのアームを簡単に抜き差しできるフォルダをデスクシェルフに設置しました。使用しない時は抜いて別に保管し、デスク全体の見栄えを維持しつつ、上下配置にしたい時はさっと取り出して iPad をくっつけてフォルダーに挿すだけ。これだけで見栄えも使い勝手もかなり良くなりました。このモデルはバンブーハンディで公開してくれているモデルになります。とても役に立ちました。本当にありがとうございます。これのおかげで iPad 操作も問題なく傾き調整も簡単にできるようになりました。元に戻したいときはこのまま剥がしてアームを外して元に戻すだけ。アームは折りたたんで引き出しの中に入れておく。これで見た目はすっきり、利便性が高いものを作ることができました。収納・充電を整えたら次は音を整えました。動画編集をやっているなら音には気を使います。そう思って1年前くらいに購入したモツ M2 を引っ張り出しました。2つの入力と出力 USB-C 接続で、さらにカラー液晶で入出力レベルを一目で確認できるという点が魅力です。この液晶がかっこいいので動画撮る際の嫌いな音声収録もやる気の向上につながりました。こういう見た目がかっこよくてテンションが上がるものを目に見える範囲に置いておくことで嫌いな作業のハードルを一気に下げることができるので、ここに設置して正解でした。ただし XLR ケーブルは全面に挿さないといけません。 L 字と L 字のプラグ2つを組み合わせて見た目をすっきりさせています。様々なものを導入したので視覚的効率的にはだいぶ満足です。あと気になっているのはマイクです。声がこもって聞こえたりハムノイズが混ざったりすることがあって、動画編集の時に音の編集をするのがめちゃくちゃ大変で面倒でした。そこで導入を決めたのが手話 SM7BB。 このマイクは従来の SM7 シリーズのサウンドを保ちつつ内蔵プリアンプを持っていて、プラス 18BB またはプラス 28BB のゲインを切り替えることができます。さらにバイパススイッチでそのブースト機能をオフにして元々の SM7B と同じ特性で使うことも可能です。これまでは Fi-Fine のダイナミックマイクを使用していたのですが、たまたま Amazon を見てみると手話の SM7BB がタイムセールで過去一くらいに安くなっていました。プライムデーやブラックフライデーでここまで安くなっていなかったことを確認できたので、不定期で安くなっていて買うなら今でしょと思い購入に至りました。急な出費でしたが結果的に購入して大満足です。まずこの見た目、さすがダイナミックマイクの王者と言われているほどの質感です。マイクで収録する時の満足感は SM7BB だからこそ得られたものです。もしタイムセールで安くなっていたら買い時です。さて、メインデスクのアップデートは順調に進んでいましたが、もう一つデスクもアップデートしなければいけません。それが撮影デスクです。これまで幅80センチ、奥行き40センチのデスクを使用していますが、撮影スペースが狭く、機材の置き換えやカメラアングルの調整に毎回苦労していました。撮影のしやすさという点では不満がありました。
そこで今回撮影専用デスクを本格的にアップデートすることにしました。ポイントは広さ、安定性、利便性の3つです。そこで導入したのが四方 D03 電動昇降デスクです。仕様はデスク幅140センチ、奥行き60センチ、高さ調整範囲は71センチから119センチ、手元のコントローラーには4つのメモリ機能、昇降スピードは 2.5cm 毎秒とスムーズで、モーター音も 50dB と静かです。深夜や早朝でも周りを気にせずに昇降することができます。さらに 70kg の耐荷重もあるので、撮影デスクとしては申し分ありません。せっかくなのでバンブーラボ X1C をデスク上に設置して 3D プリンタ製品の仕上げの作業台としても活躍するようになりました。撮影用デスクとして最も魅力的なのは高さ調整の自由度です。椅子に座ったカットから立ち姿勢まで1台のデスクで柔軟に対応ができます。デスクの側面にもクランプを設置できるので俯瞰撮影用機材をセットすることができました。昇降式なので、これまでは腰をかがませて撮っていた映像も簡単に撮影できるようになりました。天板はブラウンを選択。天板の角は丸くなっているので、子供用の作業机としても使うことができます。天板はメラミン素材で耐久性があり、水をこぼしてしまっても大丈夫です。さっと拭けば跡も残りません。背景としても使いやすい木目調デザインでナチュラルな雰囲気の動画作りにも活躍してくれています。ただ天板は少しツヤがあるため照明の反射や映り込みが発生することがあります。なので別にデスクマットを敷いてもいいと思います。また作業机としてモニターなどを置くことを想定している場合は奥行き60センチは少し狭く感じるかもしれませんので、この辺は注意が必要です。しかし販売価格は4万円ちょっとと他ブランドに比べて圧倒的に安く、耐久性も今のところ問題ないので、電動昇降デスクで迷っている人はぜひ検討してみてください。さて、デスクのアップデートがほぼ完璧になってももっと完璧にしないといけないものがあります。それは椅子です。長時間作業するならオフィスチェアは必須のアイテムです。僕はこれまでいろいろな椅子をレビューしてきましたが、他とは座り心地が違う椅子でした。それが四方ドロ C500 です。ドロ C500 の最大の魅力は体に合わせて調整できる範囲の広さです。浮遊感というキャッチコピーの背景には、四方が自社で反重力メカニズムと名付けた技術があります。他のチェアにはない座面下にスプリング機構があって、座った時にスプリングが動くことによりふわっとした座り心地を実現してくれています。実際にドカッと座ってみても沈み込む感覚がなく、お尻を持ち上げてくれる感覚があるので、浮遊感というキャッチコピーがしっくりきます。ランバーサポートはメッシュの張り具合は強い製品が多い中、ドロー C500 は柔らかく反発力も強くはありません。そのため腰をぐっと前に押し出すようなサポートではなく、自然に腰の S 字ラインに沿って寄り添うサポート力があります。一定の圧力がかかると分散させる仕組みになっています。このため長時間座っていても腰の一点だけが圧迫されることがなく、リクライニングした時でも自然な S 字ラインに沿うので、座り作業もリクライニング時でも座り心地、腰の当たり具合がすごくいいです。リクライニングは3段階の調整が可能で、1段目が105度、2段目が115度、
3段目が135度にできるようになっているのですが、倒した時にランバーサポートが腰を追従するように上下に動くようになっています。一般的なチェアは固定されているので、リクライニング時は腰をランバーサポートからずれてしまいます。しかしドロー C500 は腰が追従する作りになっているおかげで、リクライニングした時に腰に違和感なく休息を取ることができます。これで昼後の仕事もはかどりますね。またリクライニングは右側についているダイヤルを回せば強弱の調整ができるので、自分だけの極楽姿勢が完成します。これを実現しているのが独自開発のガラスファイバーの弾力プレートを搭載しているためです。これはこのチェアじゃないと味わえない特別な仕様になっています。さらにリクライニングした時のアームレストも追従してくれるので、読書やゲームをする際にも役に立ちます。このアームレストですが、角度調整がものすごく細かく調整できることに感動しています。上下、左右、跳ね上げ、前後、内側外側ができるようになっていて、特に内側にかなり狭く寄せることができるので、華奢な方でも問題なく肩を自然に開いた状態でタイピングすることができます。ここまでコンセプト通りのチェアを使用したのは初めてです。メッシュでランバーサポートがついているものが欲しい。でもランバーサポートの針は強くない方が嬉しい。アームレストも柔軟に動かせるものが欲しい。とにかく全部欲しいと思っているあなたにぴったりのチェアです。気になる方は概要欄に先ほどの電動昇降デスクと一緒にリンクを貼っているので見てみてください。さて、ここまでアップデートするとほぼ完璧です。でも体そのもののアップデート忘れていませんか？長時間座っているだけでなく、少しでも動きを取り入れれば健康、集中力、スタミナ、すべてをさらに底上げできると思いませんか？そこでルームランナーを導入しました。これはただの歩く台だけではなく、歩くプラスマッサージ機能が合わさったモデルで、デスクに向かいながら歩くプラスマッサージができる特別な仕様になっています。最低速度が 0.6km 毎秒から設定できるため、メールやチャット対応など軽い作業をしながらでも歩行が可能となっています。足を動かすだけで血流が良くなって、座りっぱなし特有の足のむくみやだるさが一気に軽減されます。さらにこのルームランナーのすごいところが、裏返せば足裏マッサージ機に早変わりです。表面で30分ほど歩いた後や眠気が襲ってきた時にこれを活用することでかなりスッキリします。この両面使用できるのは唯一無二の製品なので、毎日僕は愛用しています。もし毎日筋トレやってるのに痩せないんだよなぁと思っている方は、有酸素運動不足かもしれません。ルームランナーを取り入れて効率よく筋トレしましょう。ちなみに速度は 6km 毎秒なので、走るというよりも早歩き程度の速度しか出ないので、そこは理解しておいた方がいいと思います。これをやってから眠気にも勝って作業も効率よくできるようになりましたし、有酸素運動を室内でできるようになったのはこれほど上ない便利さで感動しています。ぜひ導入を検討してみてください。今回のアップデートではデスク周りの収納から音環境、撮影用デスク、そして体を支えるチェアやルームランナーまで一気に見直しました。小さな不満をいくつも解消することで作業効率や快適さが確実に変わります。ぜひあなたも自分のデスクをアップデートしてみてください。見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは See you!